ベルベ人の藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段、程度などのお問い合わせはベルベ人ウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が7月の27日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄の方に貼っております。そちらの方をチェックしてみてください。はい、それでは、はい、T シャツちょっと多めです。こちらチャンピオン、トリコのエクストララージですね。はい。グレーの霜降り88ボディです。そしてラバープリント、ラウンドで、このね青にエンジの、囲みですかね。はい。プリント的にはねこう自体珍しいと思います。配色ですね、色の。はい。XL 僕がちょっとゆったりします。はい。これ状態もねいいです。まあずっとチャンピオンもね人気です。グレーの霜降り定番ですね。はい、こちら6800円に消費税です。はい、こちらが、ボディ M サイズです。こちらね、50/50のボディですね。赤ボディで、スヌーピーです。はい。最近ね、スヌーピーのまたいろいろ多分企画今年いろいろ上がってくるんじゃないでしょうか。はい、プリントもね、非常に可愛いですし、これラバープリントです。ちょっとこうやってね、音楽を聴いてるスヌーピー。ミディアムサイズ。僕はちょっと小さいですね。はい。赤の少しフェード感もいいと思います。女性可愛いですね。大きいプリントで。はい、こちら、5800円に消費税です。はい、続いて可愛いミッキーなんですけれども、こちらタグがねちょっと欠損しております。白ボディで 100% コットンですね。はい、そして、ハートのね、可愛いプリントだと思います。はい、後ろがですね、はい、両面いいですね。両面で後ろがいわゆるハート突き抜けてるミッキー。はい。ボディおそらくラージサイズぐらいです。僕がちょうどいいサイズ感ですね。合わせてこのぐらいのサイズ感です。はい。これもね、ちょっと女性が女の子ダボっと着ても可愛いんじゃないでしょうか。もちろん男の人でもね、いいと思います。はい。こちら6800円に消費税です。はい。続いて、このね、縦のこの字を見てパッと分かる人はね、さすがです。90年代のナイキですね。はい。XL ボディになります。こちら 100% コットンですね。白ボディで。はい。そして後ろにも、はい。この下の方にね、文字、英語入ってます。はい。バックプリントこの辺に入ってたりっていうのが定番かもしれませんが、この下の方に入ってるのがね、またね、ちょっとバランスいいと思います。この頃の90年代の XL は結構大きめです。僕が合わせてもかなりダボっとなるサイズ感ですね。はい、ナイキのね、こういった90年代の T シャツもやっぱりプリントがポップだったりとかね、結構今っぽく着れるのが多いと思います。はい。こちら7800円に消費税です。はい、続いてこれもね、ディズニーの映画キャラクター、集結しております。はい。インフィニティというね、このあれですが、こちらボディがですね、デルタのすいません XL ボディですね。白ボディ、こちら 100% コットンです。はい、バックプリントは入ってないんですけれども、はい、フロント、こういったね、カーズだったりとかいろんな、集結しているプリントで、コピーライトが、はい、こちら年号は入ってないですね。すいません、僕も少し若干老眼で最近見づらくなってるんですが、はい、プリント非常に可愛いと思います。ディズニーシリーズです。XL ちょっとゆったりめです。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、こちらデッドストックのね T シャツです。はい、当時この新品のねあれもついてますが、ディズニーランド、はい、こちら 2XL のボディですね。はい。黒ボディで、2XL、結構大きめです。はい。もちろん乾燥機入れてもらえばね、いいと思うんですが、こちら、ヴィランズ、いわゆるディズニーのね、キャラクター、女性のこう敵、悪い方、悪いって言ったらあれですけども、はい。有名ですよね、これ。マレフィセント。僕も大好きなんですけど、アンジェリーナ・ジョリーさんがね、役としてやってます。はい。もうプリントもね、非常にかっこいいと思います。2XL 結構ダボっとしますが、大きいサイズね、今かなり人気もありますし、需要もあります。アメリカでもね、こういったシリーズ結構高いみたいですね。できたらね、洗って乾燥機入れて、ちょっとキュッと縮めてあげてから着てもらえればいいかなと思います。こちら25,800円に消費税です。25歩ですね。はい。今日はいろんなシリーズなんですが、こちらね、ダリですね。はい。
こういったちょっとアート的なねプリント可愛いと思います。はい、ここにもねこういったサイン入ってます。こちらにも、はい、ダリのタグがねちょっと欠損してしまってるんですけれども、おそらくボディラージサイズぐらいですね。こちらもボディ 100% コットンです。自分が合わせてちょうどいいサイズ感ですね。はい、後ろは無地になります。ちょっとですね肩の部分若干の小穴がちょっとあるぐらいですね。はい、ボディはあとはこのフロントちょっとダメージはあります。まあ、ちょっとね白 T とかで重ね着していただくといいかなと。このプリントがね染み込みで非常にいいと思います。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、こちらも定番の、アメコミのこうプリントのやつですね。はい、ヘインズボディのラージサイズ、こちらも 100% コットンです。ちょっとこちらもね若干肩にダメージありますが、白ボディでこれももう定番ですね。はい、こちらにもコピーが書いてますね。はい、このヘインズのラージはちょっと細めですよね。僕がぴったりのサイズ感です。若干ね肩とかに少しダメージはあるんですけど、これもちょっと重ね着して着ていただければ。はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いて、アメリカのね、もうメジャーリーグの、チームです。こちらチャンピオンボディです。XL で50/50ボディ、そして、デッドストックになります。これね当時売ってたところの$6.99が安いんですけれども、はい、ちゃんとデッドストックのタグもついております。1987、はい、50/50の黒ボディなんですけれども XL、 僕がちょうどいいサイズ感です。はい、後ろは無地ですね。まあ、デッドストックのままね取っとくっていうのもまあありかもしれません。チャンピオンボディ、はい、こちら7,800円に消費税です。続いても同じくジャイアンツ、はい、こちらも同じく87年ですね。はい、これシールがついてる状態です。ステッドマンの、はい、ラージサイズですね。はい、80年代。こちらは 100% コットン同じくですが、違う、こちらも、ボディは50/50です。すいません、50/50のボディです。ラージサイズ僕がぴったりのサイズ感です。はい、こちらは白ボディなんで、またねさっきの黒とまたちょっと対照的ですね。はい、こちらもまあデッドストックのまま取っといてもありかもしれません。はい、6,800円に消費税です。はい、続いて半袖シャツ。これタグはオールドですね。パイオニア。これタグがかっこいいですね。はい、こちら、襟なしのタイプ、まあ、ちょっといわゆるパジャマタイプだと思うんですが、ボタンがねちょっと大きいタイプ、胸にワンポケットになります。はい、サイズねおそらく S サイズぐらいですね。はい、結構襟なしでね着ていただいても、まあ、中にタンクトップとか着て、はい、着ていただいても、まあ、夏にはね柄はねほんとちょっとこう 50s っぽい柄でかっこいいと思います。はい、ちょっとねインナーっぽく着てもかっこいいんじゃないでしょうか。うん、はい、こちら6,800円に消費税です。はい、続いてポロスポーツですね。ハワイアンシャツです。はい、100% コットンのエクストララージ、はい、ポロスポーツ、まあ、ラルフローレンなんですけれども、はい、花柄フラワー柄ですね。XL ですが、まあ、そんなラルフの XL ってすっごい大きい想像 しますが、そこまでこれ大きくないと思います。僕がちょっとダボっとなるぐらいですね。はい、いつも僕が着てるラルフで着るのは M サイズなので、まあ普段 L ぐらいの方そんなに変わらないと思います。はい、ちょっとねこの辺に若干、まあ、柄と一緒にね少しシミがあるんですけれども、まあ、コットンですしね雰囲気はいいと思います。はい、こちら5,800円に消費税です。はい、続いてこちらがラルフローレンの半袖シャツですが、ボタンダウンのシャツ、まあ、この素材見るからに、やっぱりそうですねリネンですね。 100% リネン。はい、こちらポニーがブルーのポニー、そしてサイズが XL 表記です。はい、XL、まあ、この辺のシャツは僕先ほど言った M サイズを着れますが、ちょっとダボっとね着る分には、はい、程度ももちろんいいですし、まあリネン、まあ、このね夏本当に大人気です。はい、こちら6,800円に消費税です。はい、続いてこちらも定番ですけれども、ラルフのラージサイズ、はい、こちらは 100% コットンですね。はい、ボタンダウンなんですが、よーく見ると、はい、
まあコットンか、真っ白の、シャツなんですけど、はい、よく見るとっていうのはここですね。すいません、ポニーも白です。はい、白ポニー、白シャツに白ポニーですね。パッと見ほとんどポニーマークがついてると思わないと思います。はい、後ろも状態は非常にいいです。もう定番の白シャツ、はい、ポニーがほとんど見えないのもこれもポイントですね。はい、6800円に消費税です。はい、続いてはシャンブレーですね。ラルフの XL ボディです。はい、こちらはポニーはありません。ポケットもありません。超シンプルなシャツなんですけれども、はい、XL でまあ普段ラージぐらいのサイズ感でしょうか。はい、まあ、こちらも定番ですね。まあ、ポニーマークがねあるなしはもう本当に良し悪しです。ない方が数少ないと言い方するんですが、これそんなね古い年代のものではないので、クラシックフィットというねちょっとこう細めなんですけれども、はい、シンプルでいいんじゃないでしょうか。6800円に消費税です。はい、続いてミリタリーのシャツですね。こちら50年代です。アーミーのヘリンボーンのシャツです。はい、シンプルに2ポケットで、いわゆるヘリンボーン地ですね。でボタンもこのでかいタイプの、このタイプはね袖がもともとこう切りっぱなしです。ボタンがついてないタイプです。サイズ表記は消えてるんですが、だいたい15ぐらいですかね。僕がジャストサイズぐらいです。まあ、先ほど言った袖がこういう切りっぱなしのタイプなので、はい、若干ね短くてもこうちょっと折ってきてあげてもかっこいいと思います。はい、まあ、ワッペンも全部ついてますしコンディションもいいですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて USMC ですね。こちら USMC の、P58、はい、こちらにステンシルが若干残って38とサイズが読めます。はい、38がだいたい15ぐらいじゃないでしょうか。僕がちょうどぴったりのサイズ感です。これで僕ボタンがこう裏に隠れるの結構好きですけれども、はい、状態はねこれもいいですね。まあこの胸のステンシルもまあやっぱり定番でかっこいいと思います。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いて、ショーツです。ショーツ1枚、はい、こちらも定番のパタゴニアです。はい、もう夏のショーツといえばパタゴニア、はい、もうこれはもう鉄板ですね。まあ、一応ちゃんと海パンの、はい、シリーズです。中にメッシュもついてますし、サイズがね一応ラージサイズです。まあ、僕がちょうどいいサイズですね。僕も無地をね、2枚ぐらい持ってます。もう夏になるとやっぱねついつい、まあ、休みの日なんですけれども、はい、もうパタゴニアショーツに T シャツに B さんっていうのはもう定番ですね。はい、こちらねこのハイビスカスでしょうか、フラワーのこの柄も綺麗ですし、このピンクいいですね。はい、ちょっと自分も欲しいなと思いましたが、はい、今回はウェブストアに出します。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンの刺繍、はい、ミディアムサイズ、はい、90年代ですねのヘンリーネック、はい、そして、濃いグリーンなんですけども、ちょっとねこうペンキが飛んでる感じです。ロン T ですね。はい、このシリーズでしたらミディアムサイズ僕がちょうどいいサイズ感です。ラージサイズでね乾燥機入れてもいいんですけれども、ミディアムでも僕は着れます。はい、後ろもねボディの状態はいいんですけど、このちょっとペンキが飛んだ雰囲気、まあね、チャンピオンの刺繍もついてますし、まあちょっと、秋口とかねシャツの下とかに羽織っても着てみてもいいんじゃないでしょうか。はい、こちら5800円に消費税です。さあスウェットいきます。はい、こちらチャンピオンのトリコミディアムサイズですね。こちら5050のボディ、ラグランのタイプでいわゆる黄色のラバープリントです。はい、ミディアムサイズちょっと僕は小さいです。これね、細身の男性もしくは女性が着てもこのカレッジプリント可愛いんじゃないでしょうか。はい、後ろも状態はいいですね。ネイビーに黄色定番です。80年代でこちら5800円に消費税です。はい、続いても、こちらラッセルですね。ラッセルのラージサイズ、はい、こちらも、いわゆるカレッジのプリントでしょうか。グレーボディにパープルのラバー、はい、ちょっとね大きく文字がついてまして、はい、サイズ感ラージはね僕ちょっと小さめです。僕はこう多分結構ジャストサイズ感ですね。着丈もそんな長くないので、はい、横幅ダボっと着てもらってもいいかなと。後ろに少し、ちょっとこうね、
シミといいますかブリーチの跡みたいなのがついてます。はい、でもプリントがね可愛いです非常に。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いてこちらが、ボディサイズがラージサイズですね。はい、一瞬ナイキのね紺色のタグ80年代なんですけどね、まあ、これトラックっていうブランドですが、こうツートンですねいわゆる。はい、チャコールグレーの、グレーに霜降りのグレー、まあ、ここの切り返しもねなんか非常に可愛いかと思います。サイズラージですけども、僕が着れるサイズ感ですね。シンプルに無地のツートンスウェット。はい、まあ、ヴィンテージだったら大変なことになりますね。はい、80年代こちら6800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージスウェット、はい、タグは欠損してますが白ボディの無地になります。はい、おそらくねミディアムサイズぐらいです。はい、自分はちょっと小さいですね。白の無地、まあ、白無地とねグレー無地、まあ、ネイビーもそうなんですけど、まあ、定番です。はい、こちら背中に少しシミがうっすらあるんですけれども、はい、ボディの状態はね非常にいいと思います。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてリバースウィーブですね。はい、こちら刺繍のエクストララージ90年代です。はい、こちらね結構ね珍しいんじゃないでしょうか。もうよく見かけるチャンピオンのマークじゃなくて、もうそのままねこのね、大文字でチャンピオンと入ってます。一瞬最初なんて書いてるのかなと思っちゃいましたけれども、はい、ネイビーボディに、このチェーンステッチ珍しいんじゃないでしょうか。 XL ちょっとゆったりします。はい、後ろもですね状態はいいですね。はい、これ珍しいですね。こちら9800円に消費税です。はい、続いても刺繍のラージ、はい、90年代です。こちらね中がふかふかです。はい、もうリブもいつも言いますけど全然伸びてない状態。おそらくワンウォッシュからツーウォッシュぐらいの程度です。綺麗なパープル、そして字体もね非常に可愛いですね。白にグレー、はい、ラージサイズ僕がちょうどいいジャストサイズです。はい、バッキバキですねこれ。はい、バッキバキのパープル、はい、こちら15800円に消費税です。はい、続いてこちらも刺繍のラージですね。はい、90年代これもね好きな方多いんじゃないでしょうか。プレーンです。マークなし、ラージサイズ僕がちょうどいいサイズです。もうネイビーのねこの無地なんてもう本当に何にでも合いますよね。ちょっとこういった色の落ちた、ショーツ、今日はショーツなんですけど色の落ちたデニムでも何でも合いますし、はい、まあ、僕自体がねちょっとネイビー好きなのでさらにこう力こもっちゃいますけれども、はい、まあプラス無地プレーンないです。はい、ラージサイズこちら15800円に消費税です。はい、そして今年も僕は赤を押すんですけども、はい、刺繍のラージサイズこちらも僕のサイズですね。そして同じくリブが全然伸びてないです。そしてこのアイオワステート、はい、たまにね見かけます。ネイビーでもありますし赤でも。ただ赤ボディだと大体白でねアイオワって入ってますけど、これ白ラバーにこの周りがねイエローで囲ってるこの字体結構珍しいです。しかもいい感じのひび割れプリント、もう少しね着込んでってもらうとねいい感じのボロさ、まあ、ボロいって失礼ですけど、ひび割れラバー、そして赤がフェードしていくといい雰囲気になります。はい、今年も秋口からはちょっと赤を押していこうと思ってますね。これも程度めちゃめちゃいいです。はい、こちら12800円に消費税です。はい、ちょっとコート1枚、まあこの鉄板です。はい、こちらで、スモールいいですね。 M65 フィッシュテールのスモールサイズ、インナーもなくてフードもないです。ただねもうこれはもうほんと鉄板なので秋口またね、インナーなくてもいいと思います。あとね最近、何年か前からこの M65 フィッシュテールに合うインナー、こうボタンでねちゃんと取り付けられるダウンとかも出てますし、ちょっとね、去年僕買いそびれたんですけど、この中にそのつくダウンとかっていうのをね買ってもいいんじゃないでしょうか。めちゃめちゃあったかいらしいです。 S サイズ僕がねちょっとゆったり着れるサイズ感です。普段僕はジャストは実は XS でも着れるんですけれども S でも全然おかしくないです。あとね女性でこのぐらいの S 着てる人もね全然いますし、はい、程度はいいですね。はい、こちら29800円に消費税です。はい、
はい、続いて、バッグですね。はい、こちらも定番のコーチバッグです。はい、中の状態も綺麗です。これは、はい、茶色のね焦げ茶のバッグなんですけども、はい、これはもう女性がねこうやって持っても可愛いですし、ショルダーとしても、はい、ショルダーでこのサイズ感で使える感じです。これ使い勝手ねいいんじゃないでしょうか、女性に。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いてこれはね人気あるんじゃないでしょうか。ナイキの、はい、80年代ですねのバッグです。ゴツナイキ、そして後ろがスウォッシュです。こちらねもう状態が本当はねバキバキなんです。ほぼね、デッドストックのこれ状態です。内側の、はい、こちらも全部残ってますね。はい、若干なんですけどこの外のこの辺に、少しだけね汚れがついてるんですが、下見る限りね使ってる形跡がほとんどないのでほぼデッドストックです。はい、こちらね、ショルダーとしてもこちらも使えますし、はい、もちろんね、手で持っていただいて使ってもらっても、このゴツナイキやっぱいいですね。あとこのね色目が僕結構好きなんですけども、はい、80年代のナイキのバッグ、はい、こちら29,800円に消費税です。2キュッパです。はい、そして夏の定番、はい、サンダルですけどもチャコですね。はい、チャコの、サンダル、一応ねユーズドなんですけれども全然状態は綺麗だと思います。ビブラムソール、はい、こちらねサイズがね一応ウーマンズ9ですね。女性の方ね、おすすめなんですけれども、はい、こちらで6,800円に消費税です。はい、続いて、はい、僕も大好きなんですけどもオールデンです。はい、こちら、オールデンのタッセルローファーですね。はい、サイズが10です。そしてワイズが B ワイズなのかな。はい、B ワイズちょっと細めですね。はい、僕もね、同じのを持っております。僕はちょっと横幅が大きいので、実は僕はね8ハーフのねE ワイズっていうちょっと横幅広いのを履いてます。はい、結構ねタッセルローファーもジャストで履くのがいいかなと思うんですが、サイズ10、なかなか日本ではね確か取り扱いがないんじゃないですかね。向こうアメリカ行かないと。はい、ユーズドですけれどもまだ状態いいです。カーフのねレザーなんですが、うちの方で、軽く磨いてオイルは入れております。オールデンねこちら、タグがこうちょっとプリントが見えづらくなってますが、こちら少しね古いタイプだと思います。オールデンのサイズ10の B ワイズタッセルローファーで25,800円に消費税です。さあヴィンテージいきましょうか。オーバーオールの、はい、ブランド、はい、こちら、ビッグダック、はい、プリントのタグですけれども、はい、そして色ね見るからに真っ紺なんですけれども後ろがローバックです。はい、ローバックというのはこの後ろがねいわゆるクロスされて下がこう腰の部分ですね。通常ここから全部つながってますオーバーオールは。でもこのねいわゆる腰の部分ローバック、これはもうほんと数少ないですね。はい、いろんなねワークブランドありますがこのローバック探す方が大変、難しいと思います。はい、こちら実数なんですけれどもよいしょ、はい38のレングスが31、はい、だいたいオーバーオールはね4インチぐらいアップして着るのがちょうどいいと思います。自分が普段33ぐらい4ぐらい履くのでオーバーオールだと38から、ちょっとね肩が詰まるようでしたら40インチぐらいを着るのがちょうどいいかと思います。これで自分が着てちょうどジャストサイズだと思います。はい、まだまだマッコンですね。はい、そして、ボタンなんかもこちら、はい、ビッグダックとこれ緑でね彫ってあるのも可愛いですね。緑缶抜き緑のボタンこのホールですね。はい、裾もですねよいしょ、はい、これチェーンステッチ黒のチェーンステッチこれオリジナルになります。はい、フル完品ですね。こちら 50s 50年代29,800円に消費です。2キュッパです。安いですねこれ。さあ、こちら、僕もね大好きなんですけどもこれ GWG、ちょっと前にねこれのペインターを確か紹介させてもらったと思います。はい、このボタン見てください。 GWG、はい、グレートウエスタンガーメント、はい、僕もこれね、結構ベルギー入った当初から実は好きでこのねこのウイングのようなタグが好きなんですね。かっこいいですよね。はい、GWG と入ってます。カウボーイキングっていうのが入るんですけども、はい、こちらね
当然アーキュエート風に作っております。こちらカナダのブランドです。はい、これジーンズ自体ね、おそらく 40s ぐらいのですけれども、やはりね、もちろんリーバイスをね真似して作ってるブランドさんいっぱいありますし、40年代頃っていうのはまだねアーキュエートも、ギリギリ使われてて、これ実はねアーキュエートっぽいという言い方ですね。ここで止まってた間なんですけど、これ抜けてるので、一応当時だと大丈夫だったんじゃないでしょうか。はい、こちらねドストレートのいわゆる5ポケットなんですけども、はい、耳もついております。ちょっとねレングスが上げられてしまってます。まだ色が濃いのでね、チェーンステッチでもう一回上げ直してもらえればストレートで綺麗な形だと思います。このね赤缶抜きが特徴で、ディティールね面白いんですね。後ろポケット、ここはねこっち缶抜きなんです。ただこっち外リベなんですね。はい、こういうディティールねいいですね。あとねベルトループも赤缶抜き。これやっぱブランドワークウェアのね、ブランド主張する先ほどのオーバーオールは緑缶抜きでしたけど、やっぱこの GWG はね特にこの赤いこの丸ボタンを使ったりするので、赤っていうのが特徴です。僕カバーオールとかも持ってましたけど、カバーオールにここにねペイントがあって GWG っていう赤いペイントが書いてあったりとか結構特徴的です。はい、こちらサイズがですね3129実寸です。結構ね太めのドストレートですね。はい、実は、前回もねペインターの時に紹介したと思うんですけど、60年代前半です。こちらリーバイスに吸収されてます、この会社。はい、そこポイントがねでかいかなと。はい、とりあえずこのボタンがかっこいいんですよね。こちら下のボタンも全部 GWG です。はい、僕も、何気にねこのブランド好きなんで、チノパンとねあとカバーオールも持ってます。あとこれの GWG の上、実はファーストの形が存在するんですね。それをね僕自分サイズずっと探してます。はい、もしね見つけた方は僕に連絡欲しいんですけども、この下のパンツもジーンズも相当珍しいです。はい、こちら、50年代頭から、40年代俺が50年代あたりですね。こちら98,000に消費税です。はい、すみませんちょっと長くなっちゃったんですけど、こちら505のシングルステッチですね。スモール E そしてシングルステッチ。はい、色はね綺麗に、落ちてます。505のビッグ E でも耳付きと耳なしがあります。そしてこのスモール E66 前期の年代ですねにも耳付きと耳なしがあります。こちらはスモール E の耳付きですね。はい、下のチェーンステッチがオリジナルです。はい、こちらがですね31ニッパチ。はい、505のねニッパチは結構履ける方多いんじゃないでしょうか。はい、しかもね縦落ち綺麗に出てますし、夏にこれからの時期持ってこいだと思います。505、そしてこちらで35,800円に消費税です。はい、続いて66前期の大きいサイズですね。こちら色落ち見ていただければひげが綺麗に入ってます。膝の部分にね少しクラッシュがありますがリペア綺麗に入ってます。そして、サイドがね少し偏ってますが耳がよいしょ、下はオリジナルのイエローのチェーンステッチ、耳付きです。もちろんかかと部分ね少しリペアは入ってますが綺麗に治っております。はい、そして、パッチがねもう半分欠損してます。こちらね実寸、40の31ということはパッチサイズね42だと思います。44からもう1個ベルトループが増えるっていうのが特徴なんですけれども、501の、はい、こちらスモール E のシングルステッチですね。はい、はい、実寸40結構大きめです。ただね大きい方ぜひ、あとは腰履きでねちょっと履きたいなって方なんかもこの辺ギュッて縛って履くのも一つありじゃないでしょうか、ファッション的にも。はい、66前期40の31でこちら39,800円に消費税です。3キュッパ。はい、続いて501のビッグ E の初期です。はい、こちら、ウエストはこれチェーンステッチか、チェーンステッチ、ただ後ろがですね、はい、面紙使ってます。はい、こちらもですねイエローステッチの面紙なのでこうプチッと切れて、跡が残ってるんですけれども、パッチ容器パッチも欠損してます。全体的にね色落ちてて少しねここら辺リペアとかサイドにもちょっとポツポツリペアはあります。レングスはオリジナルのチェーンステッチ、いわゆる夏仕様のね綺麗なビッグ E ですね。はい、こちら実寸が2930、パッチ容器はおそらく3032あたりでしょうか。はい、女性でもいいと思います。
逆にね女性の方がこの辺の薄い色合わせやすいんじゃないでしょうか。はい、こちらビッグイの初期で49,800円に消費税です。はい、続いてはもうザ・ヴィンテージジーンズっていう色ですね。はい、もうブワーッとひげも出てますし、膝のクラッシュなんかもある意味かっこいいと思います。はい、そして後ろが、はい、ビッグイの、後ろもお尻のあたりにリペアが結構入ってます。これリペア代金だいぶかかってますね。はい、あと蜂の巣もですね綺麗に出てます。はい、ちょっとね色目ちょっと茶番な感じ、これもねお好きな方はお好きだと思います。こちらビッグイで実寸が日給日給、はい、おそらくパッチ表記で3031が縮んだサイズ感、そしてこの色落ちですね、独特です。はい、ちょっとねインパクトあるのが好きな方、はい、このぐらい攻めてもいいと思います。はい、こちら、45,800円に消費税です。はい、そしてこちらがですね、504ZXX、 いわゆる501だと、ジッパーですね。ジッパーだと 501ZXX、実寸こちらねウエストが27インチです。ということはおそらくパッチ表記は28インチということは、501ではなくて 504Z ですね。 4ZXX、 いわゆるユースサイズというサイズです。見ていただくとこれもねヒゲが綺麗に出てます。そしてこのヒゲからの流れでここに少しダメージあるんですが、これもリペア綺麗に入ってますね。はい、後ろ、はい、レザーパッチがかけらが残ってるんです。これね面白いのがレザーパッチが多分かけちゃったんでしょうね。ここの後にここまた縫って止めてます。もう最後にレザーパッチをねどうにか残したかったんでしょうね。はい、センターループのレザーパッチ、こちらがですね両面タブということは、501ZWX、 これ1954年からスタート、同じく 504Z も同じくですねセンターループということはこれも54年頃です。はい、1954年 504ZWX、 実寸が2731、レングスがねちょっと長めです。これはぜひ女性に、はい、28インチパッチが28インチ表記が入る女性問題なく、あとはレングスがちゃんと31インチあるので結構ねヒールとかで合わせていただいても身長165センチぐらいの方だったら全然いけるんじゃないでしょうか。はい、これ結構ストーンと綺麗に履けると思いますね。裾をね2回ほどロールアップしてちょっと高めの9センチぐらいのヒールで合わせてもらいたいな。これからの時期だったらね、B さんなんかあとパンプスとかで合わせてもいいと思います。はい、こちら69,800円に消費税です。6キュッポです。彼氏さん女性に買ってあげてもいいと思います。はい、続いて、こちらもうこれもね本当独特な色なんですけども、501の WX501WX の通称ギャラ入りです。はい、もうこの色目ってね、僕これちょっと自分の判断なんですけど、この色目はギャラ入りですっていうふうにちょっと普段から言っちゃいます。この独特な色目、はい、もちろんフロントが、はい、こちらカッパーですね。もちろん隠しリベットついております。でここを見ていただくとうっすらこの端に紙が残ってます。なのでレザーパッチではないというのが分かりますね。はい、ベルトループもオフセットの、はい、こちらちょっと赤タブはねもう若干見えなくなってますが、はい、アーケードも抜けてます。ただねこの後ろも独特な色落ちですね。もうパッと見 WX っていうのはすぐ分かる色合いです。はい、そしてこのボタンのね下なんですけど、足長 R ですね。はい、リバイストラウスの R、 この R の縦長の棒がピュッと長いんです。はい、このピュッと長いのを足長 R、はい、これも通称の言い方です。ヴィンテージ用語なんですけども、はい、この年代がいわゆる紙パッチのギャラ入り、はい、レザーから紙に切り替わりました。はい、こちらが1958年頃です。はい、58年頃からいわゆる62年頃まで、はい、なんで50年代終わりから60年代頭の時代ね、時代的にもいい時代だと思います。ズドンとしたストレート、はい、もうこのね独特な色合い、ギャラ入りの WX、 実寸がですね3129です。はい、結構入る人いるんじゃないでしょうか。3129ということはパッチサイズが3232もしくは3231あたりのサイズ感です。はい、リペアもね多少膝の部分とかこういうところリペア入ってます。
あとね股の部分も、リペアが綺麗に入ってます。はい、裾部分オリジナルチェーンステッチもありますが補強のステッチも入ってます。はい、あと後ろ、お尻の部分ね少しリペアは入ってますがもうほぼほぼ綺麗にリペアされてます。はい、こちらで19万8000に消費税です。はい、続いてアルファカテゴリーからですけれども、こちら、スカジャンです。シンプルにね白いスカジャンなんですけれども、はい、こちらね、一応中綿がねそんな入ってないタイプです。いわゆる綿が入ってるとボンって分厚くなるんですけど、ちょっとねそんな薄めに入ってるタイプですね。はい、こちら裏面もいわゆる全部白、はい、実はねこの全部黒とか全部白っていうのはねほんと数少ないんですね。はい、白いスカジャンってかっこよくないですかね。僕もね実はねずーっと探して10年ぐらい探して実は、真っ白のスカジャンっていうのを僕実は持ってるんですけれども、これもね裏地はこのブルーです。はい、そしてこちら逆面が全部白、ポケットの中がねこうやって黒を使ってたりはするんですけれども、この白のスカジャンこれはね非常にかっこいいと思います。サイズ感がねちょっとミディアムぐらいですね。僕はちょっと小さいんですが、はい、細い男性、あとは女性です。女性でもちょっとダボっと、はい、今年の秋口あたりもまたスカジャンね結構いいんじゃないでしょうか。はい、もちろんねヴィンテージ部分の頃は本当スカジャンイコール10何万20何万で当たり前だったんですけど、まあ今ではねだいぶこうお手頃になったんじゃないかなと思います。でもこういったねちょっと珍しい、柄は定番の、タカイーグルだったりするんですけど、日本地図だったりするんですけど、この全部白っていうのはいかに珍しいか。はい、こちら、7万9800円に消費税です。7キュッパです。買い取りとね委託なども今本当に強化しておりますので、お店の方にお問い合わせください。私の方が対応いたしますのでよろしくお願いします。